日本人国民病とも呼ばれている腰痛についてお話をしたいと思います。この生活上どうしても切り離せない人間の悩み、日本人の悩みといえばやっぱり腰痛ですよね。肩こり腰痛ですよね。でこちらね、本日のタイトル、日本人の腰痛について改めて考えてみようというお話なんですね。ここ見てください。人間が二足歩行トコ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 、歩いたらもうすでに腰痛は宿命とも言える症状なんです。四つん這いで歩いていると結構腰痛は起こりにくいと言われていた。動物は四つ足だった時は安定していた。それが手が離れ便利に手を使うことによってたった2本の足だけで立つようになった。これによって腰痛が出るわけですね。でも最近は四足歩行のワンちゃんでも犬でも猫でも腰痛起こってるらしいですけどね。はい、ではいきなり数字クイズ5いきますよ。はい、答え見ちゃダメですよ。はい、この数字何のことを物語っている数字でしょうかというところからいきましょう。まずナンバーワン、60から 80% 腰痛に絡んだ数字ですが何だと思いますか？腰痛持っている人の割合ですか？腰痛持ちの割合。いい線いってますね。この数字は日本人が一生涯に一度は経験したことのある腰痛を経験したことのある方の数字となっています。すごい数じゃないですか。多いですよね。ねえ、さすが国民病ですよね。特に男性に多い。もう男性の国民病の常に1位が腰痛ということですので、いかに多いかということですね。ちょっと難しいけど 25% 約4人に1人起こっている。これは何だと思いますか？その腰痛によって仕事休んだりとか、そういった社会的に影響があった人。そうですね。例えば会社とか学校とか自営業とかそういう社会的に参加しなきゃいけない何かが休まざるを得なくなってしまったっていう数字になります。はい、似たような数値で 23%、 もう一つぐらいなんか分かります？その腰痛を慢性的に持っている人ですかね。そうですね。慢性痛っていう言葉分かりますか？急性に急にやけどして急に痛いとかっていうのは急性の痛み、ぎっくり腰も急に起こる場合は急性の腰痛症だけど、それを何度も何度も何年間にもわたって慢性的に持っている人を慢性痛患者さんというわけですけれども、この慢性的なお痛みいろんな種類があります。その中でも実は腰痛が一番慢性化しやすい病気という症状ということになります。はい、じゃあ今度 45%、 約半数、半分ぐらい。それはその治療を満足と思っていない人の。そうなんですね。整形外科に行く、専門の人に見てもらう、リハビリをする、いろんな治療をやりますけれども、なかなかこの十分に効果が上がっていない。治療してすっきり良くなって再発しないっていうことはなくて、何度も何度もやっぱりこの治療を繰り返さなきゃいけなかったり、不満感が残ったりっていうことで腰痛に十分満足できていないという割合が約半数にいるという、悲しいちょっと数字ですね。それだけ、腰痛っていうのは根深いんだということになります。私ね、一つ思うのは日本人の和式の生活っていうのもかなり良くないと思ってて、ベッドじゃなくて下にお布団敷いちゃう、お布団の上げ下ろしする、どうしてもご飯食べるとき、仕事するときペタッと下に和式に座ってしまう。そこから立ち上がるのに非常に腰に負担がかかる。最近さすがに和式のトイレは少なくなって洋式トイレが増えていますが、まだまだ和式の生活っていうことで腰へ負担かかってるっていうケースも決して少なくはありません。じゃあ最後のクイズ。交通神経痛、どんないつも腰痛起こってるんですか？個人的には。そうですね、やっぱり鈍痛とか、だるさを思う感じ、
今動くと痛いっていう感じですね。座骨神経痛どうですか？片側の痛み。やっぱりその片側に、お尻から足先までの、じんじんというか、しびれは出たりはしますかね。それが結構こういう感じで真ん中の腰からずっともう足先まで症状が起こるとすれば座骨神経の可能性高いんですけれども、この座骨神経痛の割合どんぐらいあると思います？ 30% ぐらいですかね。そうですね。まあまあいいところ20から 40% ということで、全く半分まではいかないけどなんかかなりあるなと。私の個人的な印象、当院の印象ではもうちょっと高い気しますけれどもね、全部必ず初めていらした初診の腰痛患者さんに腰を触ったり座骨神経の領域を熱と言って押した時の痛みを見るんですけど、半数以上にいたわるような気がしています。ということで腰痛に関する数字クイズ結構当たってますね。よく勉強してますね。さすが腰痛持ちですね。はい、この腰痛を起こす原因疾患、はい、これちょっと秒で終わりますが、ザザ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 ザーっともう数えきれないぐらい星が降るほどあるんですね。はい、腰が痛いって一口に言っても日本人の 60%、70% の人が痛いと思っていてもその原因は様々だということです。でなので、整形外科だけではなくて実は腎臓結石とかね、尿管結石とか、それから消化器の病気、血管の大動脈の病気、さまざまな他の整形外科以外の病気でも腰痛は起こるんですよ。だから一口に言っても腰痛って言って整形外科で全部治療が完結するわけではない。時によっては他の科に紹介していただいて、そこでやっと診断がついて治療ができて腰痛が改善するっていうこともあるんだよっていうことは知っておいてください。はい、で今日はですね、ちょっと最前線治療っていうことで一つご紹介したいのが腰椎椎間板ヘルニアの最新治療なんですね。今は2025年の秋ですね。ですが、現時点において最近やっぱりこの手術方法、この治療方法ができてきたから患者様をより以前のように長い間で入院したり大変な手術をするんじゃなくて、ヘルニアも手術するにもこんな良い方法が出てきたんですよっていうご紹介ができるようになってきました。その2つの治療法をご紹介します。読んでください。ヘルニコール、商品名なんですけれどもね、椎間板、この骨と骨の間の椎間板が髄核っていうのがピュッて飛び出してヘルニアになるわけですが、この髄の部分に注入する酵素なんですよ。この酵素を注入することによって椎間板を溶かすっていうイメージですね。それによって小さくして椎間板、この出っ張ってるものの圧を抑えてあげようという画期的な治療法ができました。日帰りでもできるし、一泊入院でもできるし、局所麻酔でできる。ただ、一生に一度しかちょっとアレルギーの問題でできないそうですけれども、そういう治療なんですね。今までの入院して仕事1週間休みなさいとか2週間休みなさい、1ヶ月休みなさいっていうんではなくて、非常に、ある意味リーズナブルに、できる治療になっています。再発もあるそうなので、どういう方がこの治療法に合っているかは非常に、しっかりと検査をして専門の脊椎外科医が見た上でこの治療が適用になるかを決めますので、安易にこれがやりたいとかってわけにはいきませんが、そんな良い方法も今できてきているんだよっていうことをお話したかったです。はい、では2番目、はい、低侵襲手術、内視鏡鏡視下椎間板切除。前はね、例えば腰の骨、背骨を切って筋肉を剥いで骨に到達し、その中から椎間板を引っ張り出して切除したり、時にはボルトを入れて固定したり、なかなか結構大変な手術
手術時間も1時間半2時間2時間半長くかかっていました。でも今は内視鏡カメラですね、ちっちゃな穴を2つ3つ開けて、そこからカメラを入れつつ器具を入れつつ内視鏡で見ながら悪い部分を取ると、何がいいかっていうと大きくガバッと背骨を開けないので、非常に手術の後がすぐに社会復帰できたり生活に復帰できるっていう良い点があります。そういう内視鏡の手術、3日から1週間ぐらいの入院であったり、もちろんそれ以上かかることもありますしリハビリすることもありますが、その後やるような除圧術、骨を切るような手術や器具を入れてボルトや金属で留めるようなそういったものに比べるとだいぶ侵襲、体を傷つけることが少ないですよ、程度ですよっていう、そういう手術方法がしっかり盛んになってきています。なかなかどこの病院でもできるわけではないので、脊椎の専門のお医者さん、整形外科医がいるところでこういった治療ができます。当院は神奈川県にありまして、神奈川県でよく私がご紹介している病院、神奈川県の麻生総合病院は神奈川県下でも非常にこの両方の治療をしっかりとなさっている先生がいらっしゃる素晴らしい病院ですので、そういったところも一つ参考にしてヘルニアになっちゃったっていう方は治療を検討したら良いのではないでしょうか。今日は腰痛全般の話、日本人の腰痛ってこんなにひどいんだよっていうところから最先端の治療をちょっとだけご紹介いたしました。ぜひ皆さん、腰椎椎間板ヘルニアになったからといって、腰痛になったからといって悲観せずに積極的に治療して一日も早く良くなってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。